レビアタン、オタク FM が復活するらしいのだが、よかったら一緒に聞かないか？殿下、オタク FM 知ってるの？前から気になっていたんだが、オタク FM に FM の要素はあるのだろうか？どういうこと？魔界大全によると、FM とはフリーケンシーモデュレーションの略、すなわち周波数変調方式を使った放送のことを言うらしい。オタク FM は周波数変調方式を使っているのだろうか？普通にデビルチューブで配信してるけど。それではオタク FM ではなく、正確にはオタクチューブが正解ではないか？そこ気にするんだ。ってそんなことより早く聞く準備しないと間に合わないから、ボイスチャットを切るね。じゃあまた。レビアタン、そうか、オンラインゲーム中だったな。オタク FM アニメ&チルシーズン 2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチョウタ三男レビアタン役の片田聡です。この度オベイミーの新シリーズがスタートし、満を持してオタク FM が充電期間を経て戻ってまいりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミー新シリーズの情報など、さまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんな記念すべきオタク FM アニメ&チルシーズン2の初回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。ラッドの生徒会長、そして魔界のプリンス、ディアボロ役の山本拓平です。はい、よろしくお願いします。お願いします。拓平さん、はい、台本見ました？見たよ。見ました？見たよ。じゃあ、台本の2行目見てもらっていいですか？台本の2行目、エコーの前の前、オタク FM？ 違う、ここどれ？2人って書いてるでしょ。ほんまや。タイトル大事な初回のタイトルコールを何飛ばしてくれてはるんですか？いいよ、もうこれ実質君の番組やから。違うね、そうちゃうね。こういう風にやっていこうって決めたことを。ごめん、全然びっくりした。俺も笑いそうだって思うとやめるかやるかで流しましたけども、ごめん改めてやっときます。それだけやりましょう。わかりました。いきますよ。オタク FM 改めてやってきました。無理や、これ細かさいきますよ。オタク FM アニメ&チルシーズン 2。 はい、ありがとうございます。やり直さんかったらよかった。ほんまこんな髪型すんね。いや全然大丈夫です。ご迷惑をおかけして早速。ご迷惑っていうほどのもんでもないですけどもね。すいません。シーズン2ではショートドラマから入ったんですよ。そうですね。前回まではそういうんじゃなくて、いきなりオタク FM で始まってたんですけど、今回はねショートドラマがオープニングで入る形になりまして、その形も初めてで、ディアボロが最初やったんですけども、早速ショートドラマからラジオというかね、ディアボロから山本拓平に切り替えて、このオタク FM 頑張っていただきたいと思うんですけど、今回のラジオっていうのはアニメオベイミー新シリーズの第1話会いたい、このアフレコ終了後に収録しています。番組をこのお聞きの留学生の皆さんはご覧になっていただけたと思うんですけども、高橋さんどうでしたか？もう早速出てきてましたね。出てきてましたね。出てきてましたよ。念願じゃないですか。なんせ要はキャラ今日全員言うたらその収録の時にサイドキャラもね全員で顔を合わせるっていうのが初めてのことですから。いや本当ですよ。なんかちょっとね、変な同窓会みたいになってましたよね。全然顔合わせたことない同窓会みたいになってましたけど、みんな。そうですよ。楽しかったですね。前回のアニメシリーズではディアボロ出てきましたけども、ちょっと SD のサイズというか小さい感じのサイズになってたじゃないですか。ちゃんともうね、大きいディアボロと、大きいディアボロっていう言い方変ですけども、ディアボロがちゃんとひょこって顔出した時にはちょっと感慨深いものもあったんじゃないですか。僕それほんま感動した。やっぱりディアボロ動いてるって思って。ディアボロ動いてるって思って、なんかよくほら昔から僕もその子供時代からアニメは好きなので、なんか声優さんのコメントなんかね、こう初めてのね初々しい頃の思い出なんか聞くと、やっぱり自分のキャラクターが動いてるとか、あとはアニメーターさんとかのね思いのある作品、動いてる動いてるとかね。古っ
しかも絶対今の P 入るし他作品の名前を普通に出すなどいつもこいつもほんまシーズン2だってもこんな感じかみんなみんな分からんけどもやなんかやっぱりディアボロが動いてんの感動したね。ああそうですか、やっぱそうですよね、僕も最初に見た時にはやっぱ感動しましたし。あそう、はい、あすげえと思って。やっぱみんな共通の感覚やねこれね。そうですよそうですよね。震えますもん。嬉しいって。アニメーションの語源ってアニマでしょ。だから魂っていう意味なんですよねあれね。だからほんまやねあれだから絵が動いてるってすごい感動することなんやね。そうですね。拓平さんがそのディアボロに魂を吹き込んだわけですからね。まあそういう風にもね取っていただけるといろんな人の思いがね重なってディアボロっていう人感動してる場合じゃないよね。キャラクターがいるわけですから。はい、アニメ第1話まあご覧になったと思うんですけどもどうでしたか感想。いや面白かった。すごい面白かった。そうですね。僕は途中からあこれ何してんやろなって思いましたね。っていうかあれよかったね。あれ何やねん。あれよかったね。いや面白い。最初からぶっ飛ばしてるなと思いましたね。異次元にトリップするよね。ぶっ飛ばしてるな最初からと思って。いやもう台本が届いた時にさもう読み出してなん回答用紙の名前の欄になる呪いってあれ拓平さん実はね壮大な伏線回収なんですよ。めちゃくちゃ。いやそうかなと思ってなんかちょっとそういう話どっかに記憶にあってあるでしょ。あれアニメの第1話なんですよ。アニメの第1話でテスト用紙の名前を書く欄にしてやるからなっていうあったんですよ。そういうそれがまさかのシーズン2の1話に回収されるっていう。でさ結局さ台本読んでる時も面白かったんやけどディアボロ動いてるのもびっくりしたけど名前を書く欄が動いてるのすっげえ面白かったよね。シーズン2始まって最初のシーンがそれですからね。もしかしたらシーズン2から初めて見たよっていう方もいらっしゃるかもしれないから。そうなのよ。もうそういう方はねシーズン1の1話とか見ていただいたらよりなんかここで出てきたやつここで回収されてるのかい伏線がっていう風に分かっていただけると思うのでぜひ見ていただきたいと思います。しかし普段何食ってるとああいうこと思いつくのかね。すごいよね。どこに関心してるんですか。食べ物の関係性で発想力が湧いてくるわけじゃないですよきっと。そうかな。多分そうやと思いますけどもまあねほんまシーズン2始まってシーズン1があってのシーズン2なんでねシーズン2をより楽しむためにはシーズン1もしっかり見てからそうですねシーズン2見たって方もシーズン1見たって方もよりいっぱい見て楽しんでもしかしたらこれからいろんな伏線がシーズン1の伏線が回収されるかもしれないんでね。そうか。いや知りませんよ。俺勝手に言ってるだけなんでね。いや可能性としてはね。そうあるかもしれないからよかったら見てください。まあ見てくれてるとは思いますけどもね。はいということでね長いですね。これはもうオープニング長いね。そうですねもう喋ってるね多分これ5分ですよ。僕は全然ストレスないけどね。そうですね僕はストレスは言いませんよ。ストレスとは言いませんけど拓平さんののしかかりがずしずしきてるかなと思って全体重かけられてる感もあるんでね肩回してやっていきたいと思います。お願いします。ということで始めていきましょう。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はいありがとうございます。いや言った後スンってなんでやめてもらっていいですか。なんかちょっと変わったことしたいなと思ってんけどみんな変わったことしようとするんやからちょっと可愛らしい感じのポーズも取ってくれてましたけどもね。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆる普通のお便りを紹介していくコーナーです。それでは早速紹介していきましょうね。たくさん送ってくださいましたよ。拓平さんまずどうぞ。これお名前から、お名前、下僕のバーサーカーさんありがとうございます。加田さん山本さんこんにちは。こんにちは。山本さんに質問です。どうぞ。本が好きでご自宅に本がたくさんあると伺ったのですがあるよ。殿下の役をするにあたって読んだ本参考にした本はありますか。教えていただけると嬉しいです。これからも応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。本ね、確かにうちようさんあるんですよ。ただね、
このディアボロに関しては、はい、なんかディアボロのために読んだ本って実はないですね。なるほど。なんかわりかしいろんなことに興味があるので、なんか僕の中にあるそのオカルト方面のいろんな知識とかをなんか総動員して、今まで読んだ本の蓄積によってディアボロのが出来上がっていった、っていうよりもやっぱりそのやっぱり王子様っていうのが大きいよね。そうですね、そのイメージ、悪魔とか魔界とかいうよりもやっぱりプリンスっていうのが多くて、そこのイメージはむしろいろんな映画とか本とか小説、ドラマいろんなもんからいただきましたけどね、ヒントはね。そういうイメージ、ヒント、これっていうわけではなくて今まで読んだ本のほんで蓄積、これの真似をしようとかこれを取り込めばなるなとかいうよりも、やっぱりみんなとのほら兄弟たちとの関係性の中で、やっぱりこういう王子様じゃないといかんのちゃうとか、こんな王子様が生徒会長でいてくれたら、みんな楽しめるかな、なんかそっちの方を気ぃつこたかな。素敵ですね。ありがとうございます。いえ。はい。じゃあ続いて紹介していきますか。はい。次加田さん行くんですか。じゃあ僕が行きましょうか。はい。ではステファニーさんからいただきました。ありがとうございます。お二人に質問です。あなたがあなたのキャラクターに見せたい人間界の名所と、あなたがあなたのキャラクターと一緒にツアーしたい悪魔界の名所はどこですか？ご検討お願いいたしますということです。ありがとうございます。これステファニーさんもやっぱり旅行好きなんですかね。そうでしょうね。こういう着眼点っていうのはね。だからディアボロに見せたい人間界の名所、人間界の名所ね、僕すっごい田舎に住んでるんですよね。田舎というか自然が多いところ。そうですね。だからね、もうぜひねいっぺんうち遊びに来てもらいたいですね。自宅にご招待。そう。ほんで3日かね、5日か1週間ぐらいいてくれたらいろんなとこ行けんねんけどな。ただ見るもんつったってただ山とか土とか木とかなんですけど、魔界にもあるんとは思うんですけど、でもほら多分色ちゃうよ。色が違う。そう。でも魔界はね昼がないですからね。だからなんか俺桜とかやっぱり日の当たる桜とか見てほしいな。なるほど。なるほど、いいですね。川にサギが飛んで、裏の川にサギが飛んでるんですよ。そうなんですか？そうですよ。裏の川に。なかなかのとこに住んでるでしょ。そうですね。結構自然豊かなところに住まれてる。ほんでいろんな名所はね案内されてるとこあるんやけど、うち来てくれたらほら僕がよく知ってるとこやからすごく細かく案内できるかなと思いますけどね。確かにそうですね。自然を一緒に満喫したいな。いいじゃないですか。加田君は？僕レビと一緒に行って案内するとしたら、やっぱ日本の城とかそういうとこ行ってなるほどね。文化が違うから。で言ってみればアニメとかにも出てくるじゃないですか。そういった有名な日本の名城と言われるところ、姫路城河原とかね。いいじゃないですか。石垣とかね。そういうのをちょっと見せてあげたいかなと思いますけど。それも面白いかもしれないですね。じゃあディアボロと一緒にツアーしたい悪魔界の名所はどこですか？これはね、もう僕ほらこれまでのそのアニメの中で兄弟たちが僕のことをほったらかしにしていろんなとこ遊びに行くじゃないですか。言い方ほんま。僕彼らが行ったとこ行ってみたいな。なるほど。だからほらカフェでバイトしたりもしてたでしょ。はい。あのカフェも行ってみたいし、とりあえずデモナス飲みたいですよね。確かに。みんなでデモナスで乾杯したいですね。でもデモナスってね、あれ人間酔わないんですよ。ダメじゃん。だからあれ MC ちゃんはすごい強いんですよ。なるほど。すごい強いんですよ。ダメじゃん。ダメじゃん。酔いたいよ。僕も酔いたいよ。でも僕はね、人間界そうは人間界ないものと言えば似たようなものもあるけど、もうレビが一番テンション上がるでしょう。アニデーモンにもう一緒に行きたいなって思いますよ。なるほどね。そこに一緒に行きまして、でおすすめの僕の知らんものを紹介してくれたりとか、やっぱ熱が違うと思うし。いや2人ともその瞬間嬉しいやろな。めっちゃ嬉しいですし、でそのレビがハマってる狂乱シュクレっていうね、その人のライブとかにも行きたいし、ね、そのライブに行ってみたいし、行ってみたいところはたくさんありますよ。なるほどな。楽しみなことばっかりですけども、やっぱ共有できるっていいよね。そうなんですよ。お互いが楽しめるっていうところに行きたいなっていう気持ちはすごいたくさんありますけど。なるほどね。それは楽しみですね。ね、まあこうやって読んできましたけども、お時間が来てしまいました。あら。いっぱい来てるのに。今日も今日とて2通しか紹介できませんでしたけど、でもいただいたメッセージっていうのは僕らちゃんと見させていただいてね、本当にたくさん来てるんで本当申し訳ないですけども。僕喋りすぎ？いやそんなことないです。ちゃんとこうやって喋ってくれることが今日嬉しいから。ありがとうございます。ありがとうございますということで、このコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。
Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。かわいい。癖がすごいコンビンスミーですからねカンビンスミー好きななんか好きなんです。なるほどね、どうしてもやりたくなる。一回はやっときたいな。ジャック・ニコルソンみたいな感じです。テルミー先のあれで言ったのどうしても一回やっときたい。面白いはい、こちらは留学生の皆さんからウェイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。すっごいですよ。すっごいですね。ディアボロすっごい来てますよ。すごいですね。すごいな。早速じゃあ紹介していきましょうかね。そうですね。じゃあ僕読ませていただきますか。はい、お願いします。はい、いきます。お名前クーさんからいただきました。ありがとうございます。始めた時はノーマークでしたが、今ではディアボロ殿下推しです。殿下の声かっこよすぎます。キャラソン何度も聞いてます。もっともっと殿下の声聞きたいです。口開けてますけど何笑うのよ。嬉しいでしょ。そんな感じで読んでくれんねやって思って。いやだってそら。いやほら僕も一応ねその内容はこれ拝見してるじゃないですか。一緒にねこう原稿でね。で内容だけでもかなり照れくさいのにそんな感じで読まれるとずんずん伝わってきちゃうなって。いやちゃんと僕は気持ちを込めてね。いや嬉しいですね。代弁させていただいているわけですから。はい。歌の本を読ませていただいてますから。はい。ありがとうございます。どんどん紹介していきますか。はい、お願いします。続きまして、お名前ボン姫さんからいただきました。ありがとうございます。ディアボロへ。はい。君が一番大好きです。あなたの明るい性格と心のこもった笑いに惹かれ、いつも周りの人を気遣い、友達を助けようとする姿に会うたびに幸せな気持ちになります。台湾からたくさんの愛を込めて。ありがとうございます。ね、台湾からはいありがとうございます。本当に嬉しい限りじゃないですか。ね、もうどのメッセージも熱い熱い思いがたくさんこもってて、ねドキドキしますね読んでるだけで。なんかあれよねほんまに。なんです？なんか明るいとかさ。なんかそういう風に伝わっててよかったって思います。なるほどこういうたくさん皆さんの思いを、書いてくださってるじゃないですか。その拓平さんがディアボロに込めてる思いっていうのが皆さんに伝わってるっていうのを感じますか？本当今回ね、僕初めてこのコンビンスミー体験してるんですけど、結構くださってるそのメッセージ、皆さんがディアボロを好きになってくれてるポイントっていうのが僕が作りたかったことなので。なるほど。だからそれはね今回本当にね、はっきりとレスポンスいただいた感じで、すごく嬉しく思ってます。嬉しいじゃないですか。もう拓平さんの思いがしっかりね伝わってるっていうことなのです。本当嬉しいですね。ありがとうございます。すごい長いというかたくさんの思い本当にね詰め込んでくださっている方いらっしゃいます。せっかくやから拓平さん読みますか？いきますか。はい。じゃあ読んであげてください。じゃあ本人宛てにいやでもディアボロ殿下山本拓平さんへって書いてます。そうか。僕ね実はね経験ないんですけど、ラブレターもらうってこういう気持ちなんかな。あらいいじゃないですか。僕ないんですよ実は。そうですか。意外ですよ。意外ですよ。今まで生きてきてラブレターってもらったことないんで。もらったことあると思いますけどないんですね。じゃあやってみますね。じゃあ読んでください。はい。じゃあお名前焼きなすさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ディアボロ殿下へ、山本拓平さんへ。ちゃんと連名でくれてる、嬉しいディアボロ殿下のフルボイスのデビルグラムを初めて見て、殿下のお声、喋り方、そこから漂う雰囲気に魅せられ大好きな推しになりました。魔界の次期魔王として絶大な力を持つ殿下、そんな彼がたった一人の人間を大切に思ってくれるなんて最初はありえないことで空想なんじゃないかと思っていました。でも
ありえないからこそ見てみたい、そんなちょっとした好奇心でデビルグラムを開いてみたのですが、殿下の愛情や声が態度からひしひしと伝わってきて、すぐその魅力の虜となりました。何気ない時間を大切に過ごしてくれる殿下にとても幸せな気持ちになったのを今でも覚えています。いいね。好きなところは殿下の無邪気さです。少年のように楽しそうに話をするところがとても可愛らしくって、魔界の次期魔王であることをついつい忘れてしまいそうになります。キャラクターソングの歌詞にもありましたが、ディアボロ殿下はかけがえのない唯一無二のオンリーワンです。アニメ2期とオタク FM をとても楽しみにしていました。ずっと応援しています。読んでいただきありがとうございましたと。こちらこそありがとうございます。いや嬉しいですね。もうね、皆さんそれぞれがねディアボロのことを思ってるんやなっていうのがそんで深田君さっきも言ってくれたけど、今回この無邪気さっていうところついてくれてて、なかなかね僕たち無邪気さって出せないですよね。まあこの年になってくるとね。そうですよ。悲しいことを言わないで。あれ僕ひょっとして無邪気？無邪気ですよ。何やと思ってました？拓平さん。あ、そうか。拓平さん無邪気ですよ。そうか。じゃあもう少し落ち着きを持ってください。すいません。いやいいんですよ。全然いいんですけども。はい。ということでね、このコーナーでは留学生の皆さんからおベイミーに登場する推しキャラへの熱い思い、大募集しています。もう読み切れなかった分はね、拓平さん全部目を通してますんでね。そうですよ。もう大事にこれ保管しておきますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONVINCEME です。以上コンビンスミーでした。コーナー名ちゃんと言えよ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。拓平さん、曲紹介お願いします。わかりました。それでは聴いてください。ディアボロでナンバーワン。ねえ暇な時間は私と一緒にディナーでも出かけよう。ほんの1秒二人とも退屈なんて思わせないよ。真っ白できらびやかなドレスに豪華な食事のフルコース。気づいてくれたのかい私の魅力に。優雅に君をエスコート。目をそらさないでくれ。その鼓動を捉えてあげよう。何も言わずこっちへおいで。愛は圧倒的ナンバーワン。唯一無二のオンリーワン。怖いものを知らさしてくランランラン。いつも優雅に歌ってるラララララ。でもナスの大人の味わい方抜かりなく教えてあげよう。他に知りたいことがあれば私に全部聞いておくれよ。隠し事はないよ。いつも等身大できることなら何でもしたい。相談な代わりにと言ってはなんだがその君の愛が欲しいな。手を離さないでくれ。その心を捉えてあげよう。何も言わずこっちへおいで。愛は圧倒的ナンバーワン。唯一無二のオンリーワン。怖いものを知らさしてくランランラン。いつも優雅に歌ってるラララララ。君と Let's dance I got midnight パラダイス連れて行くから。君と Let's dance I got midnight そうずっと一緒にいるから。
このまま私と朝まで踊ろう憂いすら忘れられるよ誰も真似できない人だからついてきてI'm a 圧倒的ナンバーワン唯一無二の Only One 怖いもの知らさしてくランランランいつも優雅に歌ってるラララララ君と Let's Dance 明かす Midnight パラダイス連れて行くから君と Let's Dance 明かす Midnight そうずっと一緒にいるから今回のナイトメアと抜き打ちテストはもう楽しんでくれているかな。ナイトメアとある世界の不思議な物語はレビアタンが双子推しは絶対見るべし動くし衣装豪華だしとにかくすごいからと熱弁していたよ。抜き打ちテスト対戦サイバーゲームでは仮想空間でいろんなゲームが体験できるんだ。私は特にソロモンが気になっているんだよ。ペアでネオンゾンビに立ち向かうなんて面白そうなゲームだと思わないかい？ぜひ私も挑戦してみたいな。アイテムをより多く獲得できるブースト期間もあるようだから目が離せないね。また帰ってきた即興嘆きの館劇場よいしょ貼っていただいてますけども、はい、来ました。来ましたね。はい、来ましたよ。こちらはオベイミーキャスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作しまして、ゲストの拓平さんと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい、はい、前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイディアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではキャスト陣のリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回は拓平さんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけですが、はい、いかがですか仕上がりは。いや確かにね、僕記憶にある内容やったんですよ。はい、でもその内容っていうか僕がこんなんやりたいなって言ったやつやったんですけど、もう内容はもう格段に面白かったですね。もうブラッシュアップされて、もうブラッシュアップというよりも膨らんではい、楽しみですね。これね、しまった、こんなん言うたらめっちゃ面白く喋らなあかんねやな僕がな。面白く喋らんでいいです。シナリオが面白いんでしょ。そうですかそうです。じゃあ全然問題ないです。じゃあ真摯に向き合えばいいわけですね。そうです。台本に真摯に向き合ってください。わかりました。役者として。ただあれなんですよね、僕ね、リクエスト来たんでしょ。こんなお話どうですかみたいな。僕それ知らんかったんですよ。そう来てない。そう。いやでもほらあなたほら自分で喋ってじゃん。キャスト陣のキャスト陣か。キャスト陣じゃないの？で外を見たらなんか笑ってはりますけどね。俺知らへんし。加賀君でもやりたい。僕はね、結構辛かったよ。辛かった。だってほらやっぱさ、書く人とやる人と脳みそ違うのよ。いやそれはそうかもしれないよ。でもそんな書くことの素人の僕が出したもんやからこんなに面白くできたんかもしれないけどね。逆にね。その発想なかったって思われたかもしれないし。やっぱ専門家同士やとほら話がマニアックになることもあるやんか。確かに確かに。だからそれはあるかな。僕ほんまにだって何にも言うてないもん。いやこんなんやりたいって言うただけやったからいいなと思って。パーソナリティなんですけどね。でもほんま自分のアイディアが生かされると気持ちはいいですよ。そうですか。いいじゃないですか。全然いいじゃないですか。よかったね。じゃあやりますか。楽しくやりましょうよ。楽しくやりましょうよ。そうですよ。じゃあ早速始めていきましょうか。はい。ではタイトル2人で言っていきましょう。はい。今回のタイトルはこちら。ディアボロとモードックン。つまり殿下が日頃の感謝を伝えるためにサプライズでバルバトスの一日執事をするってこと？そういうことになるな。で
僕はその練習相手ってことね。頼めるかい？いいけど。レビアタン、ありがとう。それでは早速始めよう。でも殿下なら別に練習しなくてもできそうだけど。いや、何事も事前の準備や練習があってこそだ、レビアタン。なんで？いつも自分がしてもらってることをそのまますればいいだけでしょ。まさにそこが問題だ。普段バルバトスが私にしている執事としての行動はハイレベルすぎるのだ。ああ、それは知ってる。目の瞬きとか耳の動きとかで何を飲みたいか伝えてるんでしょ。よく知ってるじゃないか。マモにでも聞いたのか？確かにその時代もあったな。あれなら簡単だった。簡単？いや、てか今違うの？ああ、今はなぜか何もしなくても欲しいものが出てくるようになった。すごっ！うん、最近のバルバトスの奉仕は神がかっていてね。例えばこの数ヶ月、私には喉が渇いた記憶が全くない。一方で何かを飲んだ記憶もほとんどないんだ。どういうこと？おそらく喉が渇く時にはもうとっくに飲み物が出ていて飲んでいるんだろうな。だから喉が渇いた記憶がない。それで喉が渇かないってのはわかるけど、飲んだ記憶がないわけ？そうなんだ。それくらい自然すぎる流れで紅茶が出てきているということだ。高次元すぎて全然わからないんだけど。例えば普段している呼吸について考えたことがあるか？家を出た時何回呼吸していたとか、テレビを見ていた時の自分の呼吸についてああだったとか思い出せるか？確かに考えたことないけど。今バルバトスのお茶出しの自然さはそれと同じ領域にあるということだ。どんな境地なの？つまりバルバトスと同じようにこなすには多少の練習が必要だ。無理無理無理。多少？それは殿下でも無理だよ。無理ではないはずだ。誰かにできたことは誰にでもできるはず。それに次期魔王たるもの、これくらい簡単にこなせなくては。よし、レビアタン、君が今何を考えているのか当てさせてくれ。いいけど何するの？何でもいい。何かを頭に浮かべてくれ。わかった。なんだ？わからない。そりゃわからないよ。何のヒントも出してないんだから。正解はね、アイドルグループおのおのオノマトペ専門学校のニコニコ担当みもみもちゃんがファンクラブ開放ズキズキババビンババビンで描いている13コマ漫画ちゃんこぼに出てくる謎のキャラクターなぞなぞちゃんだよ。正解を聞いても全く想像がつかないな。でしょ？でもさ、このおのおのおのでしょ？でもさ、このおのおのオノマトペ専門学校は絶対に来るアイドルだから殿下も知っておいた方がいいよ。メンバーは5人。リーダーのロレリーダーのロレロレちゃんもリーダーのロネロネちゃんはくねくね担当で、今話したみもみもちゃんとヨロヨロ担当のギャリギャリちゃん、それにレビアタン、その話は今度でいいか？なんで？この後一日出自の準備もしたいんだ。ああ、そうだ、練習中だったね。ごめんごめん。じゃあ次は何か別のものを想像するね。いや、もう練習は済んだ。実りのある練習ができたよ。ありがとう。全然じゃん。当てられなかったし。いや、思いのほかうまくできて安心した。このお礼は今度必ずする。残りは味わって飲んでくれ。じゃあ。どういうこと？ねえ、殿下出て行っちゃった。はあ、オタクっぽい話しすぎて引いちゃったかな。あれ、そういえば残りは味わって飲んでくれって言ってた。飲みかけのティーカップ？もしかして僕今紅茶飲んでた？全然記憶ない。バルバトスもディアボロも怖っ。
はい、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。拓平さん、はい、いくつか質問したいところがあるんですけど、このおのおのオノマトペ専門学校っていうのとロレンちゃんとズキズキババビュンババビュン13コマ漫画みもみもちゃんニコニコ担当、これ何かちょっと教えてもらっていいですか。これ拓平さんの設定でしょ。拓平さんが指示してこれね書いたっていうことやから、これこそがだから僕が尊敬してやまない、普段何食ってるかわからん人の頭の中ですよ。これがまた言うたな。いやこのおのおのオノマトペ専門学校とかっていうのは拓平さんの指示ではない。ないですないです、全然ないですよ。だからもう膨らみ方がすごいんですって。いやもうねほんま来たかって思ったんですよこれね、来たかって思って、毎回結構こういうワードが出てきたりはするんですよ。なんじゃこれっていう感じのね、なんなんだ何がしたいんだ、何がしたいんだ、かませたいのかっていうねところがねあったりするんですよ。なんかねよれちゃうよこんなのっていうのがあるんですけど、でこの見てキャスト陣のリクエストをもとにお話を作ってみよう。リクエスト？僕の悪意かなと。そうですよ。リクエストやと。でもこれやっぱりおのおのオノマトペ噛むわけにいかへんからな、ガチオタさんなんとしてはな。そうなんですよね。でもね見ました僕の不安げな。見た。いや僕も大変やなと思ってんけど。情けなし。いやでもねなんかね恐ろしいことにね、これ見たくなっちゃうのよね、おのおのオノマトペ専門学校ね。いやもうほんにしかも絶対来るアイドルですからね。しかもなんでこの13コマ漫画って何これ。なんで。そうですね。なんでこれ割り切れない、しかも素数なんこれ13って。そうか魔界やから13なんか。あ、そういうことですか。いやまあすごいね。でもねほんまズキズキババビュンババビュン、今も言えへんわほんま。ババビュンババビュン言うてみてください。ズキズキババビュンババビュン。ズキズキババビュンババビュン。いや俺も言えたさ。普通に言えてもうたわ。はい、まあでもねなんかもう拓平さんが拓平さんがまずリクエストはどういう風に言ってたんですか。いくつかご提案させてもらったんですけど、これに関して僕が提出したのは本当タイトルだけなんですよ。ああそうなんですか。そうタイトル提出して僕が出したのは執事になりたいでした。あ、なるほど。執事になりたいっていうワードから、なるほどね。内容は僕がこれはバルバトスのためにいつもしてくれてるから僕がお返ししたいんだけど、一日執事をやりたいと。でその練習相手にレビアタンになってくれって書いたら、こんなすごいですね。かっこよし。こんなすごいですよ。そうですね。まあちょっと後でねオンリーで正解はねのとこだけスラスラ取らせていただきたい。絶対許してくれんやろうけどクソ精進しますごめんなさい、精進します。はいということで終わりましょう。では以上、また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。はい、拓平さんいかがでしたか。いややっぱ楽しいですね。記念すべき初回ゲストですよ。ほら僕見に出していただいたじゃないですか。そうですね。あの時もすごく楽しかったけど、やっぱ本編憧れてましたからね。いいですね。もう兄弟たちはずっとこんな思いをしてたのかっていう、楽しい思いを。でも拓平さん一応ねアニメ&チルの最終回にそうですね角深夜とねトントンが生まれたじゃないですか。あの時はもうやっぱりね7兄弟がいよいよシーズンも終わるっていう時だから、そこ大事にしなきゃいけないという思いでね、ちょっと控えてすごく控えめにやらせていただきましたから、あの時は。そうですか。はい、聞きました皆さん。怖いですね。恐ろしいですね。世の中怖いことばっかりだ。怖い。
僕にとってのトラウマ回です。どっちの怖いやろ。わからない。人間ってこんなにペラペラ嘘がつけんのかっていう怖さか、それとも山本拓平はあれで控えていたのかっていう怖さか、どっちの怖さやろね。どっちもです。そうですか。いやいや楽しかったですね。いや本当楽しかったです。いやめちゃくちゃ本当に楽しかったですけども、まあ初回は拓平さん来てくださって、これからねサイドキャラクターであったり、まあ兄弟たちであったり来てくれると思うんですけども、次回のオタク FM ですけど、ルシファー役の山下和也さんが遊びに来てくれます。長男登場と。そうです。長男登場です。いや長男にメッセージでも送っときますか。長男ね。いやでもほらお預かりしますよ。ごめん、長男そうやな。だから長男の前になんやろ、これからまあ言うたらそのシリーズがね、今度から長男から積み重ねていく、まあ順番知らないですよ。知らへんけど長男から積み重ねていくかみたいな時に、まずこの生徒会長を呼んでくださったということちょっとありがたいなと思いますしね。もちろんもちろん。でやっぱりねルシファーがすげえやっぱ長男っぽいので、でそれとやっぱり素のほら山下君って可愛らしいとこもあるじゃん。ですね。なんかあの辺のギャップがね、また番組通してね、ファンの方にいい形で伝わればいいかななんてね。そんなこと別に俺が心配することじゃねえな。心配してましたよ。まず僕の心配を自分でせなあかん。なんでよそんなことないですけど。まあね。山下さんのそのギャップっていうのはね、もう愛されてやまないですから、それがまた聞けるっていうので皆さんはね楽しみにしてるんじゃないでしょうか。まあちなみに次回アニメ第2話ルシファー流キャンプ、でこちらは兄弟たちがキャンプ場で騒動を繰り広げるエピソードになっているということです。なるほどね。どんなお話になるでしょうかね。なんでしょうね。楽しみですね。ルシファー流がわからんもんね。そうなんですよ。ルシファー流っていうのがどういうものなのか、そこが楽しみですよね。面白そうですね。はい。まあまた拓平さんも遊びに来てくださいよ。ぜひぜひもう呼ばれたらもう足軽く来ますよ。ほんまに。そうですね。今度はちょっと自分でしっかり背負える足腰を持ってきてください。自分のことを。それあと10年かかるかな。だいぶ経つな。修行させてください。山こもってください。せっかく自然があるんやから。人に迷惑をかけないということを学んできます。その年になるまで学べ。すいません。全然迷惑じゃないです。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったでございます。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とディアボロ役の山本拓平でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。